正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。うどんの2回目は岐阜の多治見にあります信濃屋というところのコロかけうどんをご紹介したいと思うんですが、このお店に行ったのは今からもう30年以上前でしょうか。食いしん坊万歳の渡辺文夫さん教えていただきました。真っ白さんようどんでめちゃくちゃ美味しいとこあってるけど多治見なんだよねって、ここはご一緒しなかったんですが、他のお店はビールでもウイスキーでもそれからすっぽんでもみんな美味しいものを私に教えてくださいました。その一軒がこの信濃屋さんの名前からして、だから信州の方向から多治見に出てこられて、それで一番初めはお蕎麦でもやってたのかなって、その辺のいきさつはまたご本人から聞いていただきたいんですけども、とにかく食べたことないうどんだよっていうふうに言われて、何が何だかわからないまま行って召し上がってごらんって言われて、きっかけは渡辺文夫さんなんですが、そのお丼を見た瞬間びっくりしました。なんとうどんがとぐろを巻いてるって大変なんですけど、お出汁も関西風のお出汁とは真逆っていうか反対の本当に真っ黒けな、そこにごまがパラパラってかけてありまして、あったかいうどんじゃないんです。冷たいうどんなんですが、冷たすぎないっていうところがまたいいんですね。おうどんをお鉢を持っていただきました。うわー、食べたことないな。甘ったるくもなくしょっぱくもなく、本当になんかすごく香りがいい甘露とか香露とか言葉がありますよね。でメニューにコロかけっていうのが分かんなかったんですが、後でご主人に聞きましたら、香露、香るつゆがなまってコロかけっていうふうに、なるほどな、そうだなと。当時でも、週4日でしたかね、木金土日だったかな、週4日で3日お休み、1日はもう疲れ果てたんで体力を回復するための1日で、あと2日か3日かけて仕込みをして、週末にお店を開ける。それがつい数ヶ月前に伺った時、なんともうネットで調べましたら土曜日しかやってない、週1日だけ開けてるうどん屋さんってありますか？伺ったらですね、いやお久しぶりですよって伺ってご主人に会いましたら、ようこそしばらくでしたって言ってて、とにかく人でもないし体力もいく。皆さんお蕎麦の方がなんか技巧がいて体力もいて大変だと思う。うどんのがよっぽど寝かせる踏むうどんの方が力強いね、体力はいるし作るのに時間もかかる。うどんは結構大変なんだ。もう初めの頃何十年前に行って気に入って関西に行くとわざわざ多治見までちょっと出かけていただいて、そのたんびごとに、いや美味しいな、これはなんかただのうどんを食べてんじゃないな、職人さんのうどん職人のご主人の魂をいただいてる魂のうどんだなっていうふうに思ったぐらいなんですね。それが未だに味も変わらずにご主人も変わらずにやってらっしゃるんで、そこら辺のところのお話を十分に伺ってまいりました。どうぞお聞きください。うまいのなんの、多治見の信濃屋さんにようやくたどり着きましたです。これが、皆さんにご紹介したいコロかけうどん。もうこの色を見てくださいよ。東京で関西の方がお蕎麦を食べようと思うと、かけそばのおつゆがこんな色だから、うわお醤油だらけって思うじゃないですか。ここにはネギと塩ごまと生姜があるんですけども、まずおつゆだけをいただいてみます。これもうどのくらい前から寄させていただいてるかな、20年もっと先かな。このおつゆに惹かれてここまで来るんでる。もう見た目はしょっぱいしょっ辛い思うのと違うんですね。甘いつゆ、香るつゆ、そしてこのうどん、見たことのないような、よくコシがあるとかなんか言うけど、コシなんかなくったって随分とこんな美味しいのがあるんですよっていう代表例ですね。柔らかいんですけども、歯が入っていく時の弾力があって返されるんですが、喉越しが素晴らしい。このつゆにしてこのうどんあり美味しいうどんはたくさんあると思うんですが、こんなユニークなうどんはないんじゃないですかね。おつゆだけいただいてるのとても喉が辛くない。うまいなあ。キリンビールのコマーシャルでタモリさんがうまいねあのセリフが一番美味しそうですよね、ビールが。それに匹敵する簡単な声を上げたいようなうどんです。
うわいやー、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。うまいのなんの。ご主人にお話を伺いたい。もういつも寄させていただいて素晴らしいうどんありがとうございます。初めて来たのが本当に食いしん坊万歳で有名だった渡辺文夫さんに紹介されて行ってごらんって言われて、あまりにもすごいんでびっくりした。どこにもないうどん。ありがとうございます。もうおつゆ見たらみんなびっくりするくらい。そうですね。色が濃くて。あれは先代っていうか初代っていうかお父さん。本来はね、もともとここの中部っていうか名古屋宮というかね、三河のたまり醤油使うから、濃いんですよね。濃いんですか。はい。で塩分が少ない。少ない。はい。東京の人間はもう味がだんだん分かるんですが、飲むと全然辛くない。はいはい、そうですね。そこでお客さんがびっくりされると思うんですけど、よく言われますね、それは。でもそのおつゆがあっても、うどんがそれに相性が良くないとダメだと思うんですよね。その通りですね。硬かったりコシがあるなんてよくみんな褒めますけども、コシなんかなくとっていいっていうコシの概念がちょっとね、うちの場合は違うんですがね。ちゃんととろっとしてるようでいて、歯がこう入っていく時のちょっと細かい言い方、弾力はちゃんとあって、もっちっとしたね、もっちり感ですね。ですよね。はい、そうです。でちょうどいい分量なんで、ボリュームもあれ以上多いとおつゆが多くなっちゃうかなって、麺とうどんとおつゆのバランスが。そうですね。それとね、つゆの量はね、常連さんになってくると、あれが2杯とか3杯、多い方やと4杯5杯という方が出てくるんですよね。そうした時に余分なつゆはいらんっていう話なんですよ。はい。だから本当に美味しく食べれる最小限のつゆでって言った時に、ラーメン屋さんも本当言うと僕が思うには、もう少しおつゆがスープが少ない方がいいのにって思う時あるんですよ。バランスが。僕はちょうど最後が麺もなくなればスープもなくなるっていう食べ方をしたい方なんですね。そうするとどうしても結構他見ると麺残る人はいないんだけど、つゆは残りますよね。確かに。やっぱりそこまで考えられてる。考えざるを得んですよね。こうやって来ていただける方がやっぱりいろいろ教えてくださるし。それで、僕がずっと前に来ました。で何回も来てるんですけども、ここちょっと後で絵を見ていただく、ここの窓口で最初うどんをお蕎麦を出されてたって本当なんですか？そうですそうです。本当にそれはね、今からね、最年少の50年以上前はそうですね。ここから出し入れして、客席もこれだけ。そう結局ね、普通のうどん屋さんだったんですよね。だからご飯もやればアルコールもあれば本当にね、いろいろやっとったんだけど、ただ見える方がやっぱり順番、このうどんがいい、品そばがいいって、だから他の注文が入らなくなって、で結局順番やってたんですよね。だからうどんでも篠田うどんとかきつねだのって言ってあったんだけど、結局その注文が入らんから天ぷらうどんすら入らんわけですよね、注文が。だからもう結局もうこのお店のガラス戸のところにすごい素敵な字で、あんかけだしとか篠田だとか書いてありますよね。もうあれがなんともいい雰囲気出してて。あれはね、今現在やってないんだけど、うちの先代が言いとったのはね、昔職業によってそれぞれ字体があると、看板に。でうどんはうどんでちょっと太くて丸っこい字で書いてあるのがうどん屋ので、その字体を見た時に、これはうどん屋の字体、これは寿司屋の字体、そういうあれがあったからっていう話。歌舞伎の文字とお相撲の文字が違うのと。そういうことなんですよ。だからそれを、先代が書いとったやつを、当然紙だから劣化しちゃって、これ習字やってみる方にこの字に真似て、ちょっと無理な話ですよね。習字やってる人にその人の真似なんかできんって言われたけど、言われないと分かんないかなみたいな。若い人には何て書いてあるのか、篠田なんて絶対読めないですね。それも一つ面白いんですよね。昔はね、シャレっ気があるっていうかね、漢字とカタカナ、ひらがな、で漢字でも天ぷらのふっていう字がね、婦人のふに丸がつけてあるんですよね。あんな字使ってる。東京もありますよ。やっぱりありますね。
婦人の婦に丸をつけてと読みますけど、完全に遊び心で昔の人はそれ以上使っとったんじゃないかなと。でそういうことで言うと、はい、こちらに品書きがあるんですが、コロかけって意味が本当に分からなかったですね。ああ、コロかけね。そうですね。そうです。結局あったかいうどんとか、日本そばの場合かけそばとかかけうどんね、ぶっかけとか、それは麺もつゆもあったかいっていうか熱いやつね。でそれに対して麺もつゆも冷たいけど出汁の香りがするつゆ。僕さっき食べながら冷たいうどんですって言うの忘れちゃったけど、冷たいって言うとそれでまだ終わっちゃうんだけど、まあ言い方変えると冷めたつゆなんですよね。そうですね。冷たいって言うんじゃないんですよ。そうで冷めたつゆで出汁の香りがするっていうことは普通難しいんですよ。ですよね。でまずいんですね。あったかいやつは味噌汁でも冷めた味噌汁まずくなる。ラーメンだってそうですよ。あ、そうそう。普通のラーメンはいいですよ。冷やすと全然美味しくない。美味しくないよね。だからその冷めたつゆでも冷たいつゆでも出汁の香りがする香りのつゆ。香りのつゆをかけるからコロかけうどんと。でそれはまあ先代がね戦前槍にかかってでそういう名前をつけてっていうことでね。だからそれがコロかけうどんからコロかけになって今はコロコロっていうふうに順番続まってたんだけどね。ご自分の代になって何年やってらっしゃるんですか？もう40年になってきますね。40年そうやね。今年おいくつ？75です。お昭和23年ですか？そうです。え？同い年です。嘘。4月です。ああ、私5月です。ああ、ちょっとお兄さん。あ、本当ですか。同級生ってことでね、4月やったら。いや、嬉しいですね。でも本当にこれ週刊現代のね、いまだに残してくださっててありがたいです。いや、でもね、それはね、文がね、すごい嬉しいですよ。いや、もうね、うどんに負けない文章を書かなきゃと思いながらね、1週間も2週間も考えたんですけども、うどんに勝てない。いやいや、そんなことないですよ。書いただけで自分で言うのも変ですけど、やっぱり食べてて魂が入ったものってなかなか出会えないです。そうやね。だから美味しかったとか素晴らしかったって言うけども、職人魂がこううどんにこもってるとね、初めて出会った。いや、そんなこと言ってもらうと本当恥ずかしいですけどね。まあこれはやる前からそういう気持ちはあったんだけど、特に作品っていうのは絵でもね、音楽でも魂がっていう話がよく聞いたって。でそうするとね、自分の生き様もそこに出てくる。あるいはうどんは私の作品なんですよね。でその作品に自分の生き様とか心を見透かされるっていうか見透かす人が来た時に恥ずかしくないような生き方とか考え方しないかんってことでね、本当自分なりにねいろいろ考えましたね。だからただ作るということに対して考えるじゃなくてね、どう生きるかっていうことなんですよね。素晴らしい。だからそれでね、まあ自分なりにいろいろ思った時に、結局ありがたいことに本当にいろんな方が見えて、ある程度頂上を目指して見えた方が来た時に、山本さんと私でも道が全然違うんですよね。でもね、話はねすると合うんです。それはねどういうことかって考えたんですよ。あとね、全部自然っていうのは教えてくれるんだね。山なんですよ。山を登っていた時に東から登る人と西から登る人があるんです。で道が違うんですよね。そうか。だけど低い1合目2合目におるうちは向こうから誰が来るわからない、こっちから誰が行くわからない。で考え方も一見違うんですよね、裾野やから。ところがそれは順番登っていった時になんかチラチラ人影が見えるとかって言って共通点が出てきて、一番上に行った時にはみんな同じとこ来るんですよ。いらした。そう、この一緒のところに来るというのは考え方とか生き様もそういうことだっていうことを思ったんですよ、自分なり。ところがここらにも山があるんですよね、頂上があるんです。でそこで満足する人と、そこへ登った時にふっと周り見た時に、いやもっと高い山があるって言った時に一旦谷へ降りてこれからまた登るんですよね。それでまた高いからもっと高い、さらに高いっていうふうに目指さないかんなと。キリがないけどっていうふうに自分なりに思って、まあ死ぬまで修行ってよく言うけど。で私が初めに伺った時は確か木金土とか、週に3日ぐらいだったのが、あと仕込みです。と思ってたのが、つい数日前に伺った時に1日土曜日だけって、ありがとうございますね。うちのやつ人手が足らないと。今金曜日土曜日。でも体力がなかなか戻らんもんで、うどんはだってすごい力仕事。
年やから体力が落ちたからとは言われたくないしやる以上は。いや、僕も同い年だと言って負けたくないです。いえはい、またいつか伺いたいと思います。またぜひね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ本当にありがとうございました。うまいのなんの美味しくいただきました。何十年にわたって本当に味を変えずにやるっていうことは大変なもんだと思うんですけども、このかけうどんを作ってらっしゃる信濃屋のご主人さんこそ重要無形文化財技術保持者でもいいかな。本当に伝承されようと思ってもなかなかこのおつゆ味わうことができないと思うので、今は金曜日と土曜日と2日ありますから、中京地区の皆さんはもちろんのこと、もうわざわざ出かけに行ってでも食べてほしいうどんの一品です。ぜひとも召し上がっていただきたいと思うんですが、一足お先に美味しくいただきました。